富山雄一と申します。長崎県出身で、その後、広島、東京と移り住んできました。今は東京に在住しております。はい、幼少期から、結構マイコンに触れてですね、スペースインベーダーがやりたくて、マイコンを買ってですね、買えば遊べると思って、買ったんですけど、当時買ったマイコンがベーシックマスターレベル2っていうものですね。インベーダーゲームとかそうそうできずにですね、で自分で作るしかないっていう形でプログラミングの道に入って、そこからテクノソフト、コンパイル、ライジングと、今はタイトでお世話になっております。はい、代表作っていうと、スプリガンマーク2であったり、早急グレンタイであったり、ちょっと僕がやった仕事が多い部分の作品というとそういうゲームになりますね。はい、あとはヘルツォークも、そういう意味では世間から、そういうふうに思われているかもしれませんけど、ちょっとこの後話すかもしれませんけど、結構他のゲームの影響も多分に受けているゲームなので、代表作というとちょっと違うかなと個人的には思ってます。はい、僕が、家族で出かけるとですね、僕長崎の田舎町に住んでいたんですけど、長崎市内に、町に出るっていう感じで、長崎市内に遊びに行くことを、町に行くみたいな感じで言うんですけど、長崎市内に行くとブロック寿司とかポンとかが置いてある店が、ところどころに、出始めたのが多分77年とか76、7年ぐらいの話ですよね。で、ブロック寿司も遊んでましたし、でそこから多分、長崎の今もある浜屋の屋上のゲームコーナーに、で多分スペースインベーダーを初めて見たと思うんですね、純正のアプライド筐体で、やっぱりそれが衝撃的で、そこからちょっとそれが遊びたいっていう感じで、思い始めるようになりましたし、そうですね、その辺のブロック寿司スペースインベーダーが最初のビデオゲームの出会いだったと思います。はい、その後やっぱり79年80年ってなるともうインベーダーブームがやってきて、もうそこら中にスペースインベーダーとそのアリューのゲームたちが、溢れてですね、街に行かなくても自分の実家の近くにもそういうインベーダーハウスであるとかで、ちょっとディフェンダーの話が出たのでディフェンダーの話もしますと、ある日その電気屋の親父がですね、今度指を10本使うゲームが出るとディフェンダーというんだって、どんなゲームなんだってすごい楽しみにしてたら10本はオーバーだろうなって思っていろんなターンとかスマートフォームとか加速とかいろんなボタン使いますけど、ディフェンダーがやってきて、でディフェンダーは結構衝撃的ですよね。これ80年でしたっけ、あれはディフェンダーは。でそのスペースインベーダーがやりたくてそのマイコンを買いたいなって思い始める頃はそういうゲームの情報に触れるのに、ゲーム雑誌ないですから、当時はマイコン雑誌を買い始めるわけですね。当時新聞配達でラム、IO、マイコン、アスキー、もう4種も買ってましたね、当時は。はい、どんなマイコンを買おうかといろいろ親に相談してですね、親の仕事が電気関係だったものですから、日立のマイコンだったらちょっと安く手に入るっていうことで、要するにNEC やシャープじゃなく日立に行ってたんですねでそこから、結構一部マシン語、一部ベーシックみたいなそういうプログラムができるようになって、自分のプログラムの幅が広がりましたね。はい、MSX との出会いっていうとやっぱり
83年に確か発表されたと思うんですけど、発売が83年なのかな、82年からこの企画が発表されたかもしれないですけど、 MSX のなんか夢のマシンに思えたんですよね。 MSX で企画が出ることでこう日立、NEC、富士通、シャープとか全部統一されるんだってこう勘違いしてですねされなかったわけですけど、で、MSX にこう頭が傾倒していってですね、同じ日立の MBH1 を買いまして、はい、そこから MSX に転向しました。はい、で MSX その頃はですね、こう雑誌としては、多分ログインが創刊されたのかな、その頃に、はい、ログインは創刊号から買ってて、そうですね、ログインはこう結構、サブカル的なマイコン雑誌でしたし、おしゃれで結構面白くて熱心な読者だったんですけど、同時にこう、短命に終わったプロコンって雑誌があってですねプロコンって雑誌で、プログラムコンテストの略だと思うんですけど、なんか結構 MSX 用のツールがモニターとか簡単なアセンブラだったのかながなんか載ってて、でそれを、便利に使ってですね、ビルザムはそれを使って作りました。確かプロコンのツールだったと思います。はい、でビルザムはもう今覚えてるのは確か高3の夏休みは全部それに費やしたんですね、僕は受験とか全く考えてなかったですね高3の夏休みはほぼそれの開発に費やしてるんですね。はい、ログインのプログラムコンテストは結構その中で僕の中でこう憧れの存在になってたんで、ほら出して乗るぞという目標があったんで、そこは頑張りました。はい、これ一応セカンドプライズになってるんですよね。そうですね。これ1位のゲームではないんで、1位だともっと賞金が高いんですよね。なるほど。賞金はどんな形で来るんですか？現金書き留め。現金書き留めだったな。日立のコンテストは確実に現金書き留めだったんですね。なるほど。口座をうんぬんにやり取りした覚えないですもん。そうですよ。口座って子供でも開けるのに。そうですね。僕新聞配達してましたから、小学校から口座持ってましたけど、バイトの代金、マーケット給料はもう食べるんです。テクノソフトとの出会いっていうか、やっぱり長崎で、ソフトハウスっていうとテクノソフトっていうのがやっぱりずっと頭の中にあったんで、長崎出身で見たことはない、行ったこともないんですけど、佐世保にも当時行ったことなかったですし、遠いし、ということで雑誌でしか知らない存在ではあったんですね。で僕は高3の夏休みはずっとゲームを作ってて、全く進学も考えず大学に行くのは絶対もったいないと思ってたんで、ただやっぱりそのままゲーム会社に就職する術も全く知らないですし、1年だけ、コンピューターの専門学校に行こうっていうことになってですね、じゃあその時に先生から「例えばどこに行きたいんだ？テクノソフトです」って言ったら先生がテクノソフトに連絡を取ってくれて、で、ですね、そこでテクノソフトの試験を一人だけ個別に受けさせてもらえることになって、当時多分テクノソフトは新卒をすでに募集してし終わってるような状態だったと思うんですよね。で僕より先入社が決まっている人間が何人もいましたから、で佐世保に行って試験を受けさせてもらって、しばらくしたら合格ですと、入社 OK ですということになって、でそこで内定もらいました。はい、そうですね、憧れてたっていうか、テクノソフトのゲームを知ってたのは当時はプラズマラインとか、そういえばサンダーフォースですね、その代表作といえば。ただってサンダーフォースが遊べるのはやっぱりX1 とかMZ1500 とかですね、代表は。その機種は持ってないですから、やっぱり電気の家宝の店頭で見るぐらいですよね、マイコン屋の。はい、ヘルツオークを作るきっかけは多分社内で次何やるっていう企画の募集をやったんだと思うんですよね。そこに僕が手を挙げたんだと思います、間違いなく。はい、でこれはあちこちでも言ってるんですけど、ヘルツオークの元のゲームデザインは Apple2 の、サーテックのゲームレスキューレイヤースがやっぱりベースになってですね、見た目は
チョップリフターみたいなサイドビューのヘリのゲームですけど、こう、左側から、プレイヤー陣で右側から敵が攻めてくる。で、戦車とか、歩兵とかを左から出していって右から出てくる敵を迎え撃つ。で自分はヘリで飛んでいって、爆撃したりこうそうですね、自分のユニットを助けたりするっていうゲームで、それが本当に衝撃的で、ぶっちゃけそれを盾にして対戦にしたのがヘルツォークなんですね。はい。フィールドコンバットをレスキューレイダースの横を縦にするときにどうするんだっていうところで、見た目は確かにフィールドコンバットの影響もありますね。フィールドコンバット本当当時好きでした。あれもこうユニットを出していって戦うゲームですし、こうそういうふうにユニットがやっぱりわちゃわちゃこう敵味方入り乱れで戦うゲームがですね、当時結構好きで、これ自分も作ってみたいということでああいうデザインになりましたね。はい。ヘルツォークが RTS の、歴史の中の重要な1ページにあるっていうことは僕も認識してるんですけど、先も話しましたけど、やっぱり僕はヘルツォークはその前の、レスキューレイダース、僕の中ではレスキューレイダースが結構ベースにあるので、僕に言わせるとこう RTS の思想はレスキューレイダースなんじゃないかなとは僕は思ってますし、そこをインスパイアされてアレンジして作ったのがヘルツォークなので、そうですね、RTS の歴史を語る人にはレスキューレイダースを忘れないでほしいなと思います。はい。確かに言われてみれば、レスキューレイダースは一人プレイの、人間対 CPU のゲームですし、それをこう人対人にしたら面白いんじゃないかと思いつつヘルツォークを作ったのは事実なんで、そこに RTS の歴史の一つの転換点があったのかもしれないですね。はい。小田さんピアしたの88番はやったけど、どうかな。てかシングルプレイはクリアできるよこのゲーム。すごい嫌な言い方だけど、正直言うとシングルプレイは向こうにガンガンパーツを持ってきゃいいだけの話だからクリアできるんだけど、それが面白いゲームじゃこれないんで。なるほど。そのなんていうの、やっぱり RTS で人とやるのがすげえ面白いみたいなところがどうしてもあるから、そうで人と縛るって言ったら変だけど、なんていうの、例えばじゃあなんつうの、お互い打ち合うだけにしようぜ決めてユニット全く作らず打ち合うだけとか、そういうふうなのしたりとかすごい面白い。それが好きで、いろんな遊び方ができるなっていうゲームだったよね。フィードバックを作るきっかけはもともとはやっぱりスペースハリアーが世の中を席巻しててっていうのがあるんですけど、なんかスペハリっぽいゲームが各社からいっぱい出てるわけですよね。このバクトルもそうですし、なんか僕が好きだったのはやっぱりファルシオンで、好みはファルシオンがやっぱり好きでですね、ファルシオンはこのファミコンのディスクシステムながらこうファミコンの非力な描画性能ながら 3D をすごくうまく表現してて、ゲームとしてもものすごく面白いですし、はい、そうですね、そこに影響を受けてこれを MSX に持っていきたいっていうそういうきっかけから、フィードバックを作りましたね。はい。フィードバックを作ったのはそうですね、やっぱりファルシオンの影響から最初にはあったんですけど、差別化っていうと何ですか、他のゲーム、MSX はBG とスプライトしかないマシンですけど、そのスプライトも結構非力で、クイックジェンとかのスクロールってもう全面書き換えなんですよね。88番からの移植なんで、MSX のゲーム作りだともっといい方法がいっぱいあるはずなんですけど、基本が88の移植なので、全面書き換えながらスクロールする。でもそうじゃなく、そういうヘルツォークとか他のゲームの移植とかをやる上で MSX の特性がだんだん分かってきたんですよね、そこで。で、
ファルジョンとか、アーケードスペースハリアー見て、こういう風にすれば MSX でもああいう風な技術 3D のゲームができるんじゃないかっていう風なのを思いついて、ああいう風なゲームデザインにしました。はい、やっぱりテクノソフトに入社する前からこのコンパイルという会社はやっぱり意識してて、ザナックも好きでしたし、友達の家でファミコン遊んでると、コンパイルファンファーレっていうのは耳に残ってましたし、ずっと意識はしてたんですよね。で、確かテクノソフトに入ってからだと思うんですけど、そこでディスクステーションが創刊されましたというところで、最初980円ですし、買いますよね。で、ディスクステーションが2号3号出ていくうちに、コンパイルむちゃむちゃ楽しそうだなと面白そうな会社だなとやっぱり思ってきてですね。で、そこで、テクノソフトはちょっともういいかなとちょっと思ってしまってですね、コンパイルの門戸を叩くことになりました。で、そのコンパイルに移るときですね、僕はもう、当時、ヘルツォークもそうですけど、フィードバックもきっとあんまり売れてなかったと思うんですよね。そんなには。フィードバックは特に MSX だけのゲームでしたから、他に移植もされず。で、だからフィードバックの、実行ファイルを、勝手にコピーして、コンパイルに送りつけたんですよね。これ、作った僕です。入れてくださいって言って。そしたら、ちょっと、新谷さんから直接連絡もらって、ちょっと来なさいってことになってですね。で、のこのこ広島に行って、面接みたいなことをしたんだと思いますけど、じゃあ、ちょっと、コンパイルに、じゃあ来るようにっていうふうに言われてですね。で、MSX のその仕事をしてて、で、ただ僕はやっぱりアレスターが作りたかったっていうのがあってですね。MSX 版アレスターを見ても入ってますから、で、シューティングゲームを作りたいっていうのがあってですね。で、その頃、セガと、コンパイルの結構密接な関係に未だにその頃もまだあって、メガドライブの開発機がもう、送られてきたんですね、セガから。で、ヒロノさんが、先輩の、ザナックとか作ったヒロノさんが、多分忙しかったんだと思うんですよ。で、ヒロノさんが忙しくて、たまたま僕が最初に触ることになった。で、それは思えばラッキーなんですよね。で、そこで、初めて知る68000のニーモニックをそこで勉強しつつ、ヒロノさんが作ったザナックのソースとかもちょっと借りてですね、自分なりに68に乗せ替えるっていう仕事をそこでやれて、メガドライブ版のアレスタ2を作るっていうことになってですね。当時イメージファイトが僕も長島さんも好きで、イメージファイトは時期の移動速度をカン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 って変えられますけど、世の中に。僕らが作ってアレスタ2はスクロールスピードを世の中に変えられるっていうゲームで、あんまりシューティングが苦手な人は最低速で進んでいって、得意な人は最高速でバンバン敵を倒していくっていうゲームだったんですけど、で、そういったアレスタ2をコンパイルがセガに持ち込んだら、セガさんが買ってくれなくてですね残念ながら。大きく方向転換して、当時雑談レベルで戦国アレスタ、武者ガンダムも流行ってましたし、戦国とシューティングを合体させよう。アーマード信長だ、ブルーアーマー秀吉だみたいな、そんなことを雑談で話してたら、そういうゲームをいつか作りたいねみたいな話をしてたんですよね。仲間して、いや、今、それはいつかやるんじゃなくて、今やるんだよって中島なんか言い出して、で、急に方向転換して、急にアレスタ2がムシアレスタに変わっていったというのが流れがあります。ムシアレスタが出た、後で当時、ナグザットとの関係が深まっていってですね、コンパイルは。で、次もメガドラかなと思ったら、じゃあ次は PC エンジンですという話になって、ナグザットは PC エンジンのゲームをいっぱい出してた。で、その頃 CD-ROM が最初出始める頃なので、CD-ROM PC エンジンシューティングっていうお題になりまして、そこから精霊戦士スプリガンがスタートしました。はい、で、雑誌で一部記事が出てますけど、最初魔導戦士アレスタだったんですよね。武者アレスタが、武者ガンダム的な
世界観だったので、じゃあ次はぶっちゃけその別のアニメまあダンバインなんですけどダンバイン乗りで行こうって始まったのが、精霊戦士スプリガンですね。この世界に使いシオン精霊よ、汝の契約者たる我のもとに集いて、その偉大なる力を表したまえ。我が声に耳を傾けし風の精霊よ、我が機体の翼となりて重力の戒めより解き放ちたまえ。精霊の連時計最高値へ、いつでも発信できるわ。スプリガン出ます。企画は中島さんが、立ててステージ構成とか、敵のデザインとかを作っていったのも中島さんだったと思います。で僕の方はプログラムに専念して、で当時感動したのはやっぱり BC エンジンの CPU の速さ、やっぱり当時としては若干ちょっと処理の遅さに、若干いらっしゃったところもあったんですけど、その BC エンジンの CPU がものすごく速くて6502快適な、でしかもその CPU が6800でですね、6800の土壌が僕自分にあったんで6502は触ったことなかったんですけど、まあその6800の土壌と先輩ヒロさんが作ったプログラムを見ながらやったんで、その6502回にも結構すぐ入れてですね、この6502の0ページの使い方っていうのも、すぐ習得して、こう0ページを使えば、まあ、ものすごく速いし、こうレジスタがいっぱいある、もう夢の CPU だみたいな感じに僕は当時思ったんですね、6502。でそれにも夢中になって、スプリガンとマークスを作っていくことになります。ムレジャーレッサーが終わった後、その続編を作りたかったっていうのがあって、あとまあメサイアの重装機兵レイノスに対する結構憧れっていうか、こうあれがものすごく面白かった。まあバルケもいいんですけど、バルケはちょっと自分の中ではあまり、評価が低くてですね、レイノスがとにかく至高のメガドラゲームだと思っててレイノスが大好きで、自分なりにこうレイノスに対するアンサーを出したかった。でそれがこう自分の中でこういう企画やりたいっていうのがこうムレジャーレッサーを作っていた頃からあってですね、で喋らせながらこうシューティングのルーチンも回るっていうことに、まあ、スプリガンの開発の終盤に気づいてですね、うまくこのバイオスをっていうかそうですね、CD ロムの ADPCM を呼ぶバイオスをうまく叩けばシューティングしながら声が出せるっていうことに気づいたと。で BC エンジン CD ロムしかもスーパー CD ロムだったらこうその今考えてたレイノスに対するアンサーができるんだということに気づいて、スプリガンマークスの企画を作って、でチーム内でいろいろ雑談して、こういうふうなストーリーを考えてるんだって言ったら、よしそれやりましょうっていうことになって、で企画書を簡単に書いてナルタットに出したら、中田さんも乗ってきてですね、トントン拍子に話が進んで、企画スタートすることになったっていうのがマーク2の、スタートのきっかけですね。はい、だから自分の中ではこう精霊戦士とマーク2のまあ多分翌年に出てますよね。精霊戦士が91年の夏のカーニバルの外で、マーク2は翌年の5月に出てますから、結構1年弱で1年は絶対かかってないし、ちょっと多分10ヶ月ぐらいで作ったゲームなんじゃないかなと思うんですけど、マーク2は。はい。アーケードの何の作品を見て、もう最終的に自分はアーケードの世界に行くんだって決意したみたいな。なんでしょうね。なんかっていうと、いやでもアーケードの方が上だっていう意識が当時はあったんで、80年代後半は特に。まあ基盤とファミコンの性能が違いすぎましたね、当時はもう。ナラヤスもそうですし、セガのボードもそうですし、段違いすぎて。自分で作ってみてもそういう感じでした。そう全然だなっていう感じでした。めちゃくちゃよ。天と地の差がそれありますもんね。何かのきっかけでコンパイルのこう長いスパンの予定表を見る機会があったんですよ。でそれを見たらスプリガン1、2、3、4、5って書いてあって、ちょっとそれはやってらんないなと思ってもっといろんな別のもの作りたいっていうのもありましたし、当時アーケードゲームへの憧れっていうのがやっぱりあってですね。でアーケードゲームがやりたいと。じゃあコンパイルちょっと退職しましょうという、ちょっと中で自分が機運が高まってですね。
で、まあナグザットで当時付き合いがあったナグザットの担当者、藤沢さん、豊島さんにそういう相談をして、まあアーケードゲームの憧れはあったんですけど、一回コンパイル離れようと思ってちょっと佐世保に戻ろう、長崎に戻ろうと思ってるって相談したら、いやーそれはもったいない、東京に来て一緒にやらないかっていうふうな誘いを受けて、で東京に引っ越すことを決めたんですね。で僕は当時このナグザットに入社するもんだと思ってます。でそしたら実は引っ越したと違って、それは勘違いだと、いや独立してやるんだということででライジングの設立になるんですね。で、東亜プランアーキテクチャの基盤をベースに魔法大作戦を作ることになるんですね。はい。そこはこう、まあムシャレスタであったりスプリガン1の、企画をやっていた中島さんが中心になって、魔法大作戦の企画をこう作り上げていった感じですね。そこは。はい。そうですね、その魔法大作戦シップを出したあたりで、まあ、システム基盤として、SATA も出始めたところですし STV を売り出していたところですから、はい、で STV に乗っかって作り始めたのが早急グレン隊ですね。はい。ただちょっと僕が当時ぶっちゃけシップ魔法が出た後レイフォースが出たと思うんですよね、台頭からでレイフォースを見てちょっとこれを 3D にしたいという思いがあって、その 3D 化が最初ソロキューグレントのきっかけでした。はい。で作り始めるんですけど、で僕 3D が結構苦手で、最初ポリゴンのゲームとして作り始めるんですね。ポリゴンの 3D ゲームとして作り始めるとどうもこううまくいかないんですね。でそこでそうこうしている間にもう台頭からレイストームが出ちゃうんですね。これはかなわないということになって、じゃあもういっそ 3D の性質は残すんだけどもう 2D にかなり寄せたゲームに作り直そうということになって、で僕そこで結構心が一旦折れてしまったところがあってですね、ちょっとプログラムに専念したいみたいに弱音を吐いてしまってですね、で、まあ、ゲームシステムは僕が考えたものが残ってますけど、企画の方向転換をしてくれて、結構そこはデザインが変わっていきましたね。はい。そういったことで作り上げられたのが早急グレンタイというゲームですね。はい。スペースインベーダーの頃から始まって、こうやっぱり最初はもちろんもうテレビの中のキャラクターを自由に動かせるっていうところからもうそういう衝撃から始まって、コンピューターゲームマイコンプログラミングに入っていくんですけど、まあ、そこからこう、まあ、いろんな色が使えるようになったりで、まあ、スプライトが MSX で使えるようになって滑らかな動きができるようになると。で CPU も速くなって、しかも声も PC になって声も自由に出せるようになると。でそうなると確かにこう今までできなかったアイディアが、まあ、ゲームで自分のゲームデザインとか、表現したかったものが表現できるようになる。でそうですね、まあこういうストーリー、こういう世界観が表現できるようになる、しかもゲームでっていうのが結構そういう技術に裏打ちされた部分はありますね。はい。で僕自身はそういう、まあ、CPU の進化 VDP、の進化 IO そのメモリの増大に結構乗っかってきた方だと思うんですけど、こと 3D に関しては、まあ、ぶっちゃけついていけなかったんですよね。こう、STV で、もうちょっとこの STV サターンでのポリゴンの表示にもうまくできなかったですし、その次にプレイステーションのゲームを作るんですけど、そこでも 3D がうまく自分の中で消化できなくてですね、で一個没ゲーを出してしまったりとか、そこでその2D のゲームに戻って、最後、まあ、グレート魔法大作戦。それが、まあ、自分がプログラムをした最後のゲームで、そういう意味では、ちょっとそこで脱落してしまった感はありますね。技術的な、こう、なんていうんですか、勉強に。はい。そこは自分でもちょっと、まあ、反省すべきっていうか、逆に今でもついていけたらもうちょっと戦えていたかなっていう気はしますけど、そこの良し悪しはちょっと自分ではわからないですね。はい。結果良かったのかどうか。はい。まあ、特に最近は自分のゲームが再評価っていうか、まあ、メガドラミに PC エンジンミーと連続して入りましたんで、まああれは本当に嬉しかったですね。本当にまあ
まあ、自分が言い出しっぺで作ったゲームもあるんですけども、やっぱりそうではない、まあ、いろんな大勢で作った、まあ、チームで作ったものなんで、本当にチームはみんなもうもちろん喜んでると思いますし、本当はそれは本当嬉しいですね、そこは。はい。